2022年4月1日から15日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。4月1日から15日までの双子座さんのリーディングを行います。まずこちらにソードの3が2枚出てきてしまったんですが、この2枚出てきているというのがとても強いメッセージで、今までだましだまし抱え続けていた心の痛みが癒されていくタイミングですので、心を傷つけられるようなことというのは、この時起こるというよりも、すでに起きていること、結構重たくて深い心の痛みだと思うんですけれども、例えば大失恋をした、お仕事で大失敗した、とても大きな存在の人を失ってしまった、家庭もしくはお仕事場でパワハラやモラハラのような被害に遭った経験があって、そして次に進みながらも心の痛みを抱えていた。いずれの場合も次に進んでいながらもなかなか心の傷が癒える気配がなくって、ずっと傷ついたままでいた。それが癒されるような出来事がある。こちらにピーコックのカードを、あなたの内側から春の訪れとともに目覚めていくという感じなんですが、まるで生まれ変わるように再生の時を迎える。その準備段階として、この大きな癒しがある。そしてその自分の心の癒し方、自分自身をどうやって癒していくかということについてのメッセージがいくつか現れていまして、おそらくこの心が癒されないと次に進めない。そのままで進めていたような段階ではなくって、次はとてもステップが上がっていく。なので、この大きな癒しのタイミングが来ている。それでその癒し方、癒され方なんですが、まずはこのグラスホッパーのカード。この時期とても忙しかったりとか、付き合いが多くなって、人に出会う機会が増える方多くなると思うんですが、そのお仕事が増えるのも、することが増えるのも、出会いが増えるのも、人付き合いが増えるのも、あなたの心の癒しのプロセスの一環。そしてこの時はどんなに忙しくても、どんな状況でもバランスよく対応できる。そして次がこのペンタクルのマザー、ペンタクルのクイーンとラクダのカード。この組み合わせでまず思ったのは、お家との関係を見直す。それは家族を含むお家という場合もあれば、実際住んでいる建物としてのお家。実家に住まわれている方は、実家から独立すると、こちらにキャンドルのカードも出ておりますが、とても大きな気づきと、次進むべき道が見つかっていく。何かこのずっとそこにいるから、この心の傷が癒えないというふうにも言われていると思いますので、例えばその場所に失恋した思い出だったりとか、パワハラやモラハラを受けていたというような辛い思い出が伴っている場合は、そこから場所を移す。その思い出から旅立って、新しい自分に独立していく。そしてこの時期、旅もとてもおすすめなんですが、可能であれば長期間にわたるような
少し遠いところに行くような旅、少しでも今いる場所から離れたところに自分を置いてみる。それだけで心の傷が癒えていくという場合もあれば、どうすれば心の傷が癒されていくのかという道筋が見えてくる。ラクダにキャンドルにグラスホッパーですので、近場にキャンプに行くというのもいいかなって思います。普段ですと、ちょっとした気分転換のような小旅行が、とても大きな気づきと癒しにつながっていく。そしてそれがあなたが次の大きなステップに進んでいくための大切な準備になる。そしてそれ以外におすすめなのは、お引っ越しをしないという場合でも、家を見直す。それは今お住まいのお家で傷んでいるところがないかどうかというのをチェックするにもとても良いとき。あとはそこにあなたを傷つけた人や物の痕跡がある人がいるんじゃないかなって思いますので、この時を機会に春の大掃除をして持っていて何の得にもならないのに持ち続けてるものがないかどうか、見ただけであなたの古傷が痛むだけなのにうっかり持ち続けているものがないかどうか、それは思い出の品というだけではなく、あなたを傷つけた人がいた痕跡だったりとか、一緒に使っていたものだったりすると思うので、高価なものの場合はお金に換えるペンタクルのクイーンですので、いいお金に変わると思いますので、ぜひその負の思い出から独立するためにも、思い切って手放す。あとはこの深く傷ついたことというのが大切な人を亡くされたという場合もあると思うんですが、その場合はこの時お家の中を整理しているうちに、例えば何気なく開いた本とか、たまたま手に取った DVD とか、そういうものの中にその大切な方からのメッセージが含まれている。そしてそれがあなたが癒されていくきっかけになると思いますので、お忙しい時だと思うんですが、ぜひお家で物の整理、可能であれば模様替えをしてみてください。イメージとしては、過去の深く傷ついた自分から独立する。同じあなた自身なんですけれども、新しい自分に生まれ変わっていく。そういうふうに家や家族との関係を未来を見て過去から独立するように見直すことによって、あなたが次進むべき道を照らしてくれるろうそくの火が灯っていく。この日々行われていること、例えばお仕事も恋愛もあらゆる人間関係も趣味もお勉強も、そういうことをいつも通りに普通にこなしながら、もしかしたら普通以上にパワフルにこなしながら、その水面下では次大きなステップを進んでいくために深い癒しの時を迎えている。次に進むべき道が見つかり、そしてあなたの強い独立心を感じるとても重要な時になると思いました。それでは4月1日から15日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。